はい、では Tears 弾けるようになりましょう。A メロ1については左手に法則性がなく動きが大きめなので、譜面を追っていては間に合わないこともあると思いますから、繰り返し練習をしてアンプしてしまいましょう。左手をマスターしてしまえば、右手は割とシンプルな和音が並んでいるだけです。初心者さんは焦らずに片手ずつ完璧に弾けるようになってから両手で合わせるようにしましょう。はじめはすごくゆっくりでいいです。まずはどの鍵盤をどういう順番で押すのかを覚えてしまいましょう。5小節目の左手。1小節目と並びが同じですが、音が異なりますので注意です。8小節目の最後は左右ともに YOSHIKI さんらしくしっかりアクセントをつけてガツンと弾きましょう。こうすると次の B メロの入りが引き締まってかっこよくなります。左手は音がオクターブ下に飛ぶので、私が振った指番号を参考にしてみてください。ペダルに関してはコードチェンジのタイミングで踏み直しましょう。要所にペダルマークを記しておきました。では B メロ1。各箇所の難易度を棒グラフにしてみました。曲全体で見てもここの B メロが一番大変です。しっかり練習に時間をかけましょう。なんとかここをクリアして間奏部分あたりまで乗り切れば、その後は単純な伴奏が続いていくので、転調前の前半を諦めずに少しずつマスターしていきましょう。さて B メロ1ですが、右手は音が飛ぶ箇所が多いですが、一つずつの小節を見ていくと、ほとんどが同じコードの展開形を行き来しているだけなんですね。一つのコードにつき3つの展開形がありますので、曲中に登場するコードそれぞれの3ポジションを手になじませてしまいましょう。出だしの F シャープマイナーなら、ドファラ、ファラド、ラドファという3つですね。それからリズムに関しては、これはもう YOSHIKI さんの手癖ですね。3拍目の直前に飾りを入れて、タン、タン、タタン、タンというリズムが B メロ全体の基本パターンになっています。なかなかリズムに乗れないとか、左手と合わせづらいといった壁にぶつかってしまったら、一旦この3拍目の2つ打ち、タタンを省略して、シンプルな1つ打ちに置き換えて練習してみましょう。慣れてきたら楽譜通りに元に戻す。左手は小節の中で4音鳴っていますが、
頭以外はすべて8分の裏拍に入ってきます。だたんたんたというリズムですね。適当な鍵盤でいいので、慣れるまで右手四つ打ちと合わせて練習してみましょう。いつも言っているように左手小節の頭を弾く時点で、次に弾く鍵盤の上に指を添えて準備しておきましょう。10小節目の後半部分、私はリズム音痴なのでだいぶ突っかかってしまいました。譜面が苦手な方用にピアノロールという画面をお見せします。弾くタイミングを確認してみてください。コンピューターにゆっくり弾いてみてもらいましょう。頭以外は一度も左右同時に弾かないんですね。先ほどお伝えしたように、このタタンを省略して一つ打ちに置き換えたら私はスムーズに弾けましたのでお試しください。12小節目の左手、コードが変わるタイミングで左手が入ってくるので、これまでとはリズムが異なりますので注意です。その後すぐの13小節目の左手、ストリングスの低音と音がかぶってしまって聞き取りづらいんですが、このようになっているように聞こえます。ここも変則的なリズムになっているので、左手に無駄な動きが出てバタつかないように指使いを工夫してください。私は頭の音を3番中指から始めるようにしてみました。ダドンドンタンタというリズムですね。15小節目の後半、ボーカルとダブっていて聞き取りづらいですが、私はこのように聞こえます。左右ともにちょっと変則的なリズムになりますので、ゆっくり練習していきましょう。では、サビ1。ここは YOSHIKI さんお得意のカノン進行のコードで伴奏4小節を2ターン回すだけですね。2ターン目は和音の展開形が1段上がります。
それからDry Your Tears の部分が3小節続きます。エンドレスレイン同様、表を強く裏の音符は弱く弾くとリズムにメリハリが出ます。裏の音はリズム感を出すための音、ギターというところの空ピックと同じ役割なので、弱く弾くというか、うっかり当たっちゃったくらいの小ささでちょうどいいと思います。ところどころで細かい飾りがありますが、サビはシンプルなのですぐにマスターできると思います。左手はもうおなじみのリズムですね。では次に間奏部分。右手のこのジャラーンの記号の通り、程よく和音をばらして弾くと雰囲気が出ます。全箇所をばらすのではなく、締めるところ、ばらすところでメリハリをつけましょう。この辺はもしかするとピアノはもうちょっと複雑な和音になっているような気もします。ストリングスの音なのかもしれませんが、何とも判別がつかなかったので、確実になっている音だけを採譜しました。どなたか耳の良い方はご意見をいただけると幸いです。31小節目の後半は F シャープマイナーの分散ですね。どのシャープを起点にしたこのような指使いがスムーズかと思います。ここから32小節目の頭が飛ぶのでしっかり練習しましょう。左手は YOSHIKI さん定番の8分でコードのアルペジオですね。32小節目からは他の楽器がジャーンと入ってくるので、左手の低音はほとんど聞き取れません。おそらくルートのミの音だけ弾いているんじゃないかと推測します。バンド編成ではなくピアノ独奏の場合は少し歯抜けになってしまう感じがしたので、 B メロのリズムに倣ってカッコ内のような音を入れてもいいんじゃないでしょうか。では A メロ2。表拍の一番低い音ミにカッコをつけていますが、 CD 音源ではおそらく表は3音鳴らして裏で親指をもう1回という感じに聞こえます。ただこうするとちょっと音がくどいな、抜けが悪いなと感じたら、表2音と裏1音に分散させて A メロ全体ですっきりさせてもいいと思います。
その時々の聞こえ方で調整してみてください。いずれの場合も裏は弱く、表は強くを意識していきましょう。ここもコードをなぞる伴奏なので難しくはないかと思います。では B メロ2。今度は裏の音にカッコをつけています。B メロ全体で裏の1音が聞こえたり聞こえなかったりする場所があるので、全体を通して裏は弾いても弾かなくてもというニュアンスでこう記してあります。ここもところどころで音が飛びますが、コードの展開形になっているだけなので、B メロ1をマスターできたのであれば楽かと思います。左手は間奏同様お尻の3音はカッコになっています。正直いろんな楽器が入ってきて左手の音はほとんど聞き取れません。ヒースさんのベースがかなり動きがあるので、あまりピアノの左手で邪魔をしない方がいいような気もします。ピアノ独奏の場合はカッコ内を弾いてもいいんじゃないでしょうか。49小節目の3拍目、定番のタタンのリズムとは異なりますので注意です。違いが分かりましたか？ピアノロールを見てみましょう。定番のタターンは2回目の音が3拍目にちょうど当たりますが、この箇所は1回目の音が3拍目に当たります。一つ後ろにもたる感じですね。そして50小節目でプラス3転調していきます。さあ、ここまでマスターできましたら、あとは分量が多いんですが、単純な伴奏が続いていくので比較的進めやすいと思います。しかも転調して波長調になるので、ほとんど8鍵だけで弾けます。後半はまた次の動画でレクチャーしたいと思いますので、それまでしっかりこの動画で前半部分を練習しておいてくださいね。それではまたお会いしましょう。See you!